で私たちが一番言えないのは、もちろんネガティブなことも言いづらいですけれども、ネガティブなことではないんですよね。意外にその本当に親密になるための愛の言葉だったり、感謝だったり、承認だったり、謝罪だったり、その人と人がつながるために大切なコミュニケーションの言葉が本音。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今日はね、はい、本音を話せないっていうそういうお悩みでした。なんかなかなか本音が言えなくって、そういう方最近多いみたいですね。まあ、忙しいからね、その本音がどんどん流れていっちゃうっていうのもあるかもしれないし、何が本音かわからないっていうのもありますよね。後でこんなこと感じてたんだなってね、そう、怒ってたんだ本当はとか、怒ってから分かったりするのね。なんでこんなにむしゃくしゃするの、もやっとするの、イラッとするのって思っていたら、そうだったの、私違うことを言いたかったのなんてありますよね。ある。自分が分からないから余計モヤモヤしちゃうのかもしれないしね。そうですね。私も自分探しが長かったから、自分の本音が自分で分からないってよく思ってました。私も2年ぐらい気持ちを書くっていう小さい手帳を買って感情を書き出しなさいって言われて2年ぐらい本当に書いてた時期があります。全然感情が分からなくて、何週間とか何ヶ月ぐらいしてから、あの時あの人にこんなこと言われて、あれバカにされてたの信じられないみたいな、反応できない自分のことも腹が立つし、なんだかよく分からないみたいなさ、そういうことよくありましたね。反応できない時期が長く続くと、その後やっぱり反応しなきゃって思うから反応しすぎちゃったりとかね、ありますよね。中庸がなかなかね、物事中庸で振り子のように触れて真ん中はどこだみたいなね、ありますよね。私は自分の本音を知りたくて、数年夢日記をつけてました。わかる。夢は嘘をつかないって言うから、夢を見た時に書き出して、でそこで私は一体何をしたがってるのみたいなので、無意識層を探索してらっしゃるんですね。そんなことをやっていた時期がありました。わかる。なんか私も夢、朝起きた時にパッとそのエッセンスだけ書いて、だんだん上手になってくるから、夢の中でこの夢を見ててこの夢が嫌なんだってことが分かると、変えようって言って場面転換できるようになった時期とか。すごい。夢の中でも場面転換できちゃう。あと最近はやっぱりなんか朝方もう起きなきゃいけないのに、本当にもうすっごいなんていうメッセージの夢を見せてもらって、あ、これを言いたいんだなこの人はとか、自分もこれを言いたいんだなっていうことを、これがポイントだなっていう、そういうこうメッセージをもらって、それが自分の本音とどういうふうにつながってるかっていうのを見るヒントになったりするけどな。なんか例えばですね、まあ皆さんもやってらっしゃるし、私もやってますけれども、SNS とかで発信しようとすると、例えばこういうことだったら、より聴衆にアピールできるとか、分かってもらいやすいストーリーだったりとか、なんかあるいはこういうフォーマットだと売れますよみたいなフォーマットがあって、そのフォーマットの方に自分を合わせていくっていうようなこともあるし、これだけ情報が溢れてると、一体何を取捨選択したらいいのかよくわからないっていうこともあって、で自分も発信者だったりするから、ますますもって他人軸自分軸どっちみたいな、どっちに私いるんでしょうみたいな迷子になってしまうなんてこともありますよね。そうですね。本音を知るって感情とか、本当はこんな嫌なこと考えてる自分が嫌いみたいな、そういうこともこう直面してくぐり抜けていかなくてはいけないから、それが嫌だからなんかごまかして寝ちゃおうとか、お酒飲んで寝ちゃおうみたいな人もいるんじゃない？嫌な気分になったらまず寝ますね。わかる。寝れないと調子悪くなってくるな。そうですね。だからその嫌な気分から逃げたいっていう気持ちっていうのがあるなって、まずそこを捕まえられるといいのかもしれないですね。そうですね。やっぱりさ、そのさ、学校で感情について習わないんですよね。感情については習うじゃない。算数ね。そうだけど感情について習わないから、なぜ自分がこんなことを体験しているのかとか、どうして泣きたいのかとか、そのことがわからないから、なぜ涙が出てるのかもよくわからない。だからその感情についてやっぱり成熟度を上げていく、勉強していく、そ
そして自分の体験と結びつけていく。怒ってるからって言って椅子投げちゃダメだし、ね、パワハラとかセクハラとかもね、パワハラっていうのも、セクハラっていうのもされた側のこの主観によるものでもあったり、する側は自分が本当にどれだけ怒ってるのかっていうエネルギーがわからないから、何も言わないでただ僕は座ってただけですって言うけども、ね、吹き腹って言葉があるようにいろいろなことがこうやっぱり影響してくるから、みんなこう自分のこの感情とか影響について責任を取っていったり。自分の影響力っていうのが分かっている人って多分少ないと思うんですよね。いるだけで影響力があるっていうことに気づいてないっていうことはありますね。ありますあります。それはなんかうちの夫はね、ある時に国立の学校の先生なんですけれど、国立の方に勤めていたことがあって、当時赤ちゃんが生まれたばかりだったんですけど、ものすごいストレスとプレッシャーなのね、国立の学校って。で帰ってくる30分前ぐらいに赤ちゃんが泣き出すわけだから、だいたい 2,30 分で帰ってくるっていう、もうサイレンのようにアラームですね。そうだ、今日はこういう感じなのねみたいな。そうするともう疲れ切って帰ってきて、でもなんか嫌なことあって怒ってるんだなとか、悲しいんだなとか、こんな風に泣いておられましたよお宅のお嬢様って言って、ちょっとこう冗談を入れて、いや実はみたいな感じとかあったから、お子さんたちがこうね問題を起こしたりとか注目を得るために何か問題行動を起こしたりするっていうことも、私たち親側が何かストレスを抱えていたりとかね、プレッシャーを感じていたりとか、感情を抑圧しているっていうことを持ってると、子供はその子供の究極的なニーズっていうのは、両親が健康で成功していて、で自分のことをちゃんと面倒を見てくれるっていうのが究極的なニーズだから、それを邪魔するようなエネルギーをこう取り払わなければいけないと思って、自分を怒らせるようなことを作ってお父さんの怒りをリリースしようとか、お母さんの悲しみをリリースしようとしたりって、そういう影響は家庭内でもありますよね。ありますね。大人はどうしても本音を言ってはいけない、特にネガティブなことをコミュニケーションする時にはものすごく注意深くなるじゃないですか。でそれ自体は悪くはないと思うんですよね。不必要に人を傷つけることはないので、だからそれはやっぱり注意深くっていうことはあるんですけれども、そこのところでなるべく穏便に穏便にと思っているうちに、自分からも自分が本当に感じていることを思っているものっていうのを隠すようになっちゃって、ご夫婦の中でもそれをお互いに隠し合って水面下に抑え込んでいると、お子さんの方がそれを察知して、今皆さんがおっしゃったようにそれを取り払うような何らかの行動を取られるっていうことは意外にありますよね。あとはこうよくあるあるでお伺いするのは、旅行に行くために車にこう家族が乗った瞬間にすごい大きい喧嘩が始まっちゃうとか、普段お互いにこう隠し持っていて、そんなに抑圧して我慢し合ってるっていうことをお互いにわからないから、楽しい旅行に行くはずなのに、親密感が怖いからもう行きの車の中とか帰りの車の中とかで大爆発しちゃって、親密感が感じられるようになっちゃったら。でそれでなんかこうブロークンしちゃうとか、そういうこともある。よくね、喧嘩っていうのは日曜日の夜起きるって言いますよね。月曜日から普通の生活に戻っていく前のその土日のすごく親密な状態からまた普段の生活に戻っていくのがとっても嫌で。例えばお仕事ですごいキャリアを追いかけてらっしゃる方とか、出発前に仕事に行く前に必ず奥様が喧嘩をふっかけてくる。あるね。でもって自分はいい気分で仕事に行きたいんだけれども、必ずそこで嫌な気分にさせられるからこの人と別れたんだ分からないでもないけれども、その奥様の本音っていうところにアプローチしてみると、もうちょっと違う解決策があったかもしれないななんて思います。で案外本音っていうのは本当はネガティブなものではないっていうことなんです。で私たちが一番言えないのは、もちろんネガティブなことも言いづらいですけれども、ネガティブなことではないんですよね。意外にその本当に親密になるための愛の言葉だったり、感謝だったり、承認だったり、謝罪だったり、その人と人がつながるために大切なコミュニケーションの言葉が本音であることが多いんだけれども、それこそが言えない。そうね。あとはなんか本当にこの、ね、年齢を重ねたりとか関係がこう、結婚して何年も経ってるとかっていう風になってくると、寂しいんだなんて今更言えないとか、
それは男性も女性もこう聞くこと多いかな。はい、だって寂しいっていう言葉を言った途端に、それをどうにかしようと思ったら親密感しかないじゃないですか。だから実はそれは親密感への恐れなんですよね。こんなに自分が孤独なんだっていうことをこの間ねロミちゃんと 2days した時に、すごくいいことをおっしゃったなロミちゃんがと思ったのは、いっぱい話す人っていうのは、本当に自分の言いたいことを理解してほしいことが、自分も分かんないし相手にも伝わってないから量をいっぱい話すっていうお話してくださったじゃない。あれ本当だなと思って私の友人でみんなで食事して9割話してるんだけどみんな聞いてうんうんって真面目に聞いてるんだけど、お店出た瞬間に今日は全然喋れなかったって言われてみんなにそうツッコミされた人とかいるのね。でも本音が分かってなかったんだなって、その時にそのエピソードを思い出したんですけど、だからこう家で一緒にいるからとか、子供と一緒にいるし別に問題行動はないからって思うんだけど、実はよくよく話していってみると、ちょっと最近寂しかったとか、もうちょっと構ってくれないとか、ね、注目ないんじゃないみたいに、それがこうもっとタイミングよくこう相手を責めないで、自分も傷つかないで言えるような関係があったり、コミュニケーションの方法をまた習ってないわけですよね。習ってないし、実際にそのタイミングは結構難しかったりする、実践はね。でも数打ち当たるから下手な鉄砲もね。LINE とかねありますからね、ちょっと寂しいから今日時間取って、ね、食事の時話聞いてくれるとか、自分の問題なんだけどねって。やっぱりこう今日帰ってお話がありますって言われると、もう男の人は本当に明らかに、残業が多くなりますからね、私の問題なんだけど私の話聞いてくれるとか助けてくれるっていうと、男性はヒーローになりたいから「いや分かったよ早く帰るよ」みたいな。助けてくれるはとっても嬉しいですよね、きっとね。必ず怒る時っていうのは、自分が何かしようとしたのにそれがうまくいってない時なんですよ。でその何かしようとした時っていうのは大概は奥様を喜ばせようとしてるんですよ、男性の場合には。でもそれがどういうわけかうまくいかなかった時、それは男性のせいもあるし奥様が受け取れない場合もあるんだけど、どっちにしてもうまくいかなかった時にご機嫌が悪くなる。2人とも失敗感を感じちゃうから。そうなんです。ということはやっぱり本音は親密感なんですよね。私たちが一番怖いのは親密感なのかもしれないね。そうなんだと思うんです。本当にそうなんだなと思って、で親密感が得られそうになると失敗をする。怒らせるようなことをする。相手の地雷を踏む。地雷原ですからね。で私が得意なのは、いなくなるっていうのが得意なんですけれども、多分すごくいいところになると、トイレットペーパー取ってこなくっちゃとかね、用事を思い出すんですよ。今僕の方がここでもね、ここにティッシュがあったらいいでしょ、だって鼻かみたかったしとかね、何か真っ当な理由、しかも真っ当なんですよ。用事を思いついちゃうの。うちの夫はね、その点ロミちゃんみたいで、すごくこうちゃんと私が話したいなって思う時に、ちょっと話したいからさ座ってゆっくり話したいなとかって言うでしょ。でちょっとトピックを話し出すでしょ。でそれは夫の問題じゃなくて私の問題だっていうことも全部セットアップして言うんだけど、急にキッチンに飲み物取りに行って、わかる。急にそこにいるわけ。でいやだからちょっと飲み物ありがとう、飲みながら話したいから戻っても欲しいんだよねって言うんだけど、そうだねって言って、急に飲み物いっぱい作り出したりとかして、あれ用事が思いついちゃう。でもよくするための用事だったりするんだけど、でもなんかそこにこうね、うちのキッチンの構造上なんかこう大理石でこうね、キッチンとリビングの方が区切られてるんだけど、すごい大きな黒い壁があったりとかするわけで、どうしてそっちに逃げ込むかなっていつも思うんだけど、別にみなちゃんのことが怖いわけではない。いや怖いと思う。でもパソコンの向こうにいるとか、私もスマホのこっちにいるとか、何か見える壁の場合もあるし、ね、距離でもある場合もあるし、私たちはねこうやって海外に行っちゃったりとかね。そうなんです。しますね。出張に行って消えてしまうとかね。いいんですけどね、水入りって言って一旦リセットしてそこからもう一度やり直すことができるので、たまにはいいことなんですけれどもね。でもそれくらい私たちの本音っていうのは、私たちが怖がってるようなネガティブなことでは実際はないんですね。だけど、
なぜかそのネガティブなことの方が先にあるので、そうね、ここと直面したくなくて、そうですね。そこに行く前にさっといなくなる。ね。で本当はここ直面すると、ああ実はもっと役に立ちたいと思ってたんだとか、ああもっと仲良くなりたいと思ってたんだとか、ああもっと本当はいい関係が欲しかったんだ、今のが辛い、今の関係性が辛いっていうことを言いたいのは、もっといい関係性をどうやって作れるか、一緒に考えてよ、一緒に協力してよっていうことなんだけれども、なんかそこに行く前に、あ、今の関係性辛いんですね、じゃあ別れましょうか。なんか儀式みたいに言葉には出さないけど、もう一緒に旅行に行ってあげないからねとか、はいはいもう自分でやるからいいですみたいな感じで、その分離をこう選ぶっていうポイントがやっぱり出てくるんだと思うんですよね。ありますね、ありますね。だからそれをいかに私たちがこう乗り越えてつながり続けるとか、愛を受け取り続けるっていう、なんて言うんだろうね、それ直面力でもあるし。でも受け取る力かなって今皆さんの言葉から取ると、受け取る力かななんて思いますね。言葉の端々から本当はどうしたいかっていうのは多分引っ張り上げられるんですよね。なので、あ、なんだ私のことに文句を言っているようなんだけれども、表面的には文句なんだけれどもでもこの文句を言っているってことは、本当はどうしたいのっていうところを見ていくと、実は離れたいわけではない、別れたいわけではない、仲違いしたいわけではないけれども、今感じている感情はとても辛いから嫌だって言いたいわけですよ。で自分一人でこれはどうにもなりそうもない、なので助けてほしい態度が悪いけど、助けを求める態度っていうのもあるからね、でもその時にはいっぱい我慢してるから、感触がこう起きてくるわけですよね。向こうも感触が起きてくるし、だから感触と感触がぶつかり合うのか、起きた感触が出てきたから、じゃあこれを通り過ぎて、ね、行き過ぎてその先で相手とつながるっていう、その選択力が、磨かれる方法というか。そうね、本当は愛したいって自分も思ってるし、相手も思っているっていうことを信頼できるといいのかな。そうですね。なんか簡単なこのコミュニケーションの方法、例えばハグしてとか、ちょっと背中さすってくれるとか、何かその小さなこの合図みたいなものがあると、あ、一度自分のやってることを脇に置いて相手の方に向いてみようっていうきっかけにはなりやすいかもしれないですね。そうですね。そうですね。なんか昔々やってた手法の一つで、5分交代で喋るっていうのもありましたね。アラームをかけて5分言いたいことを言う。途中で邪魔をしてはいけない。次に5分言いたいことを言う。邪魔をしてはいけないっていうことを繰り返していくうちに、自分の言いたい文句が全部できた後にポロッと漏れる、でもこうしてほしいんだよね、本当はこれが欲しいんだよねって出る、それが本音なんだよっていう。そうですね。まあだからこうお互いの自分の本音っていうものを探しながら、分かりながら、伝えながらっていうことは、磨き合うアートですね。アートですね。アートですね。これはコミュニケーションのアートかもしれないですね。でもそこに行き着かないで諦めてしまうというのはとてももったいないことだと思うので、できる相手とチャレンジしてほしいなっていうふうに思いますね。お互いに諦めないっていうことから、諦めずにやっていきましょう。はい。また。また。じゃあね、何回もね聞いてね。バイバイ。